はい。はい。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあまずちょっと自己紹介からお願いしてもよろしいですかね。はい。卵エッグスっていうチーム名を名乗っているゲーム開発者です。じゃあ、卵 X って名前は結構ちょっと変わった名前かなと思ったんですけども、この名前の由来をちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。僕ら卵エッグスなんですけども、ゲーム制作は僕がやっていて、テストはい。プレイは奥さんと一緒にやるっていう夫婦でのチームになっています。はい。名前の由来なんですけども、夫婦で作り育てていこうって意味を込めて、その夫婦のチーム名を卵エッグスにしました。あ、なるほど。じゃあ、まあ、卵っていうのは子供みたいなイメージで、夫婦でやっておられるから、まあ、じゃあ卵っていうことにしましょうっていうことでいいんですかね。はい、もう一つのはい。理由の方なんですけども、自分の作ったゲームに横軸となる要素が欲しいからっていうのがあります。横軸。はい。はい。横軸というのはどういう。インディースゲームってよはい。く一般的に言われがちなこととして何が当たるかわからないから、はいはいはい。開発期間短いのをいっぱい出した方がいいみたいな風潮があるじゃないですか。はい、そうですね。私も、まあ、そっち派ですね。どっちかというと。はい。そっちが正しいと思うんですけど、僕はい。一本一本こだわりたかったんですよ。なるほど、なるほど。やっていくときに、このチームは一本一本こだわったゲームを出すチームだっていう風に思われていくと、だんだんそっち便利になっていくじゃないですか。なるほど。この卵 X さんのゲームは、まあ、品質が高いというか、一本一本ちゃんとこだわりを持って作ってるっていう感じにしたいっていうことですね。はい。うんうん。そうです。そうすることで、短い開発期間で、なんか次々出す人たちと差はい。別化をしたいんですけども、はい。その時にゲームを見た人が、はい。これもしかしてあのチームが作ったゲームなんじゃないかってはいはいはい。気づいてもらわなきゃいけないから、うんうん。横軸が必要って思いまして、はい。もう常に、まあ、続編というか、違うゲームも、もう卵が出てくるというか、卵主人公のゲームっていうことで、まあ、卵のゲームといえば卵 X みたいな、なんかそういう感じのブランディング。そうなっていけばいいなって思ってます。なるほど。次回作とかいろいろアイデアはあるんですけども、はい。全部共通して主人公は卵です。じゃあ、ちょっと次は、このゲームの、まあ、すごい面白いコンセプトだと思うんですけど、若干、操作にね、独はい。特な、操作感だなと思いましたが、これ開発、こういうゲームにしようと思ったきっかけというか、このゲーム始まったこの経緯みたいなのちょっと教えていただいてもよろしいですかね。まず、僕にはどうしても作りたいゲームがありまして、はい。それはこのおてて卵ではないんですよ。前から構想があって温めてるゲームがありまして、はい。それを作りたいんですけども、うんうんうん。そのためには、アーリーアクセスの時点から、たくさんファンがついてくれないと、ちょっとできないような、おてて卵よりも大きなアイデアのゲームになってきちゃうので、なるほど。まずは、おてて卵の開発者みたいな肩書きがああ、必要だっはいた。はいはい。じゃあ次の本命の構想みたいなのがある。はい、本命があります。はい。その上でなぜこのゲームになったかと言いますと、ゲーム作りの時に一番僕の弱点として今後課はい。題になってくるのが、宣伝力がないことだとうん思いました。うん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 。なので、宣伝力のない自分が作っても、宣伝がうまくできるゲームっていうところから逆算していきまして、はい。でゲーム実況をターゲットにして、そのゲーム実況者たちがやりたくなるようなゲームを作ろうっていうふうに思いました。あ、なるほど。なんで同時プレイとか、ちょっとこう、コミカルな死にゲーというか、そういう感じになってるんですかね。死にゲーになってしまったのはちょっと難易度調整ミスった部分もある。はいはい。まあこう、オンラインでワイワイやるっていうことが、まあ、主軸の目的だったんですかね。そうですね、はい。うん。あと、僕がその大学の時学生寮にいたこともあって、はい。なんか大勢で集まってやるゲームのやりたいアイデアがめちゃくちゃあったので、はいはいはい。そういったところから考えていくと、なんかどんどんこの形になっていきました。なるほどなるほど。わかりました。これちなみにこれなんか、ツボ男に似てるなっていう風に、こうやると思うんですけど、なんかやっぱり参考にされたんですか、ツボ男とか。はい。そうですね、Getting Over It with Bennett Foddy というはい。そのツボ男と、はい。あとスーパーバニーマンはい。という実況者からめちゃくちゃ人気なゲーム2本をはい。からそのインスピレーションを得てこのゲームを作っています。なるほど。わかりました。で、実況向きのゲームを作りたいってことで始められて、もうはい。この間、キヨさんとかにね、実況されてましたから、かなりその狙いは当たりですね。あれは、ああいう人が、もう夢かと思うぐらい理想的な形でしたね。そうですよね。
全然その、キヨさんが見つけるまで、はい。みんな知らないうん。マニアなゲームで、はい。本当にやってる人も少なかったんですけども、はい。なぜかはわかりませんが、キヨさんがこのおてて卵を見つけてくださって、はい。しかもめちゃくちゃ面白い実況動画にしてくださったので、そうですよね。しかも結構長くて、しっかりプレイしていただいて、さらにその4人同時プレイでかなり遊び尽くしているっていう感じの動画でしたよね、あれはね。そうでしたね。うんめちゃくちゃ面白かったね。あれ出てから何度も見てますけど、はい見るたびにめちゃめちゃ笑ってます。まあでもそうするとね、狙ったコンセプトがちゃんと表現できたっていうことだと思うので、研究勝ちというか、コンセプトちゃんと作って、まあそれを狙っていったのが、まあ良かったっていうことになりますかね。結果的にはそうかもしれないですね。うん。ただまあ僕の計算通りいったかというと、はい。そうよりも、ただ単に本当に運が良かったというか、はいはいはい。見つけてくれたのがあまりにもすごかったって感じですね。僕はずっとどうやってお手卵を宣伝していこうって悩んでたんですけども、はい。ある日突然あうんの動画が出るって、もうめちゃくちゃ嬉しかったです。はいはいはい。今、こう、実況向けにやられて、まあ、さっきちょっとおっしゃってた、死にゲーにするつもりはなかったんだけど、みたいなところがちょっとあると思うんですけど、これまだアーリーアクセスなので、今後改良されると思うんですけど、どういうところを工夫されたとか、苦労したとか、なんかちょっとそういう開発側のエピソードがあれば教えていただいてもよろしいですか？まず、死にゲーにするつもりがなかったというところなんですけども、はい元としているツボ男とスーパーバニーマンはどちらもはいめちゃくちゃ難しいことで有名なゲームですけども、はい。その部分が実況で人気だけども、はい難しそうだから買わないっていう層がなるほどいるふうに思ったうんうんので、うん。彼らのような目を引くデザインにしつつも、難易度は高くないっていうところを狙って作り始めてました。なるほど。だから可愛くて4人でわちゃわちゃで、なんかそのモチーフは似てるけど、もっとライト層狙いというか、気軽に楽しめるようなものを、まあ狙ってたっていうことですね。なので、難しいゲームではなく、はい。難しいモードもある簡単なゲームがなるほどやり。たいこと。なるほど、なるほど。そうすると、これちょっと今後何かその辺の物理的な挙動とか操作性とかは少し変えたりされるんですか？そうですね。それ、少し今の話と逆行するようですけども、はいこの後、ツボおじみたいな、はい。RTA が大好きな、すごいやり込むような方のためのモードを作りたいと思っていまして、はい。それをする前に絶対にやらなくちゃいけないのが、はい。操作の結果が運になっちゃいけないっていうことをすごく思ってまして、はい。はい。はい。全く同じようにプレイしたら、うん絶対に全く同じ結果が得られなきゃいけないと思うんですよ。はい。はい。あと、ジャンプとかしたときに、なんかすごいピヨーンって飛べるときとかありますよね。これはなんかあれですかね、運というか、ユーザーがコントロールできるものじゃなくて、そうなってるっていう感じなんですかね。はい、そういうところが混じってまして、今、物理挙動はユニティに最初から組み込まれている物理演算を少しアレンジ加えてますけど、ほぼそのまま用いてまして、はいはいはい。その時なんですけど、ユニティはフレームレートの変化で、はい。それジャンプ力とか変わっちゃうことがあるのと、なるほど。ステージの切れ目とかを叩くと、はい。切れ目って右側と左側両方叩いたことになるので、あ、 2倍以上になる。なるほどなるほど。それでなんかたまにすんごい妙に飛ぶとかがあるわけですね。赤の前後とかそういったステージの切れ目を叩くと、たまにめっちゃジャンプするんですけども、うんそういった問題があります。うん。なるほど。まあ、そこはじゃあ改良して、そういう運が発生しないように、まあ、操作が熟練して同じような操作が正確にできるんであれば同じ挙動ができるという感じにしてから、その難しいモードみたいな、やり込みモードみたいなのを作る。その予定です。はあ、なるほど。こう物理演算をじゃあ自分でこうプログラミングするんですか、そこは。自分で、そうですね、ユニティにはレイキャストっていう、はいユーザーには見えないレーザーを出して、それが当たった時の地点を確保してみたいなのがあるので、そのレイキャストを使って全部はい。直す予定です。なるほど。わかりました。でもなんか一人で黙々と、なんか、ツボおじとか、オンリーアップとか、そういう系のモードになるわけですよね、きっとね。はい、そうです。結構なんかやりごたえあって面白そうですよね。
幅広い人たちに楽しんでもらえたらと思っているので。配信もいいんじゃないですか。配信にも、で今4人モードで4人で配信するのめちゃくちゃ見てる方も面白いと思うんですけど、1人モードは1人でも配信してもね、面白そうですよね。そうですね。一人で配信する方もいらっしゃいますし、一人で遊べるモードも今後増やしていきたいと思います。なるほど。わかりました。ありがとうございます。でちょっと私もね、さっきこう一緒にね、遊ばせていただいて、後ろに今動画流れてますけど、みんなで遊ぶのが楽しいかなと思うんですけど、これやっぱり一人モードもあるし、できれば友達とも遊んでほしいみたいな、なんかやっぱり同時プレイとかを大事にして作った感じですか？そうですね。最初から複数人の方をターゲットにして作ってはいました。なんでこれあれですよね、1人買えば、チームの機能で、他の3人は買ってなくても、一緒にオンラインで遊べるっていうことですね。チームのリモートプレイトゥゲザーという機能で、ゲーム自体はオンライン対応してなくても、4人でリモートでオフラインプレイということができるので、それをメインに遊んでもらうことを考えておりまして、将来的には任天堂スイッチへの移植も考えているので、その時には、オンラインプレイは必須になりまして、多分スイッチは1人1本ずつソフトを買う形になると思う。これ今、ステージが4種類ですかね。草原、一番簡単な草原と、あと氷。氷はツルツルするんですかね。はい、そうです。ツルツルのやつ。それから、あと火山。火山と、あと何がありましたっけ？水か。水のステージ、結構難しいっすよね。僕、ちょっと潜るの結構ね、大変でした。その4つの中で、難しく作ったのは火山だけで、水は慣れるとすごく簡単なステージなんですけども、ユーザーにポテト卵が泳ぐ動きを慣れさせるような構成がうまくできていないのかもしれないですね。なるほど、なるほど、なるほど。あれじゃないですか、操作説明とかチュートリアルみたいなって、多分極力入れない方針だと思うんですけど、なんとなくガチャガチャやってると、こう、分かってくるのかな、みたいな、そういう感じの作りを目指してらっしゃるんですかね。そうですね。なるべくチュートリアルではなく、ユーザーが動かしてる中でどんどん動かし方を学んでいくっていうのを理想としてますが、泳ぐのはそれでもまだ難しいので、これも物理演算見直すときにもっと自然にイメージできる形に直すかもしれない。なるほど、なるほど。火山は本当難しいですよね。なんか火柱が出てきて、卵たちがふわふわあっちこっち行くんで、割と普通に死ぬみたいな感じで、やりごたえはありそうですけど、4人いると難しいですよね、ぶつかったりして。そうですね、押しちゃうともうただに突っ込めされたりしちゃうので、難しいと思います。そこが楽しいんですけどね、そこが楽しい。今後なんかステージとかって追加されるんですか？なるべくステージは追加せずに、新モードを追加していくことで遊び方の幅を広げるということを考えております。モードっていうのはその右側に進んでクリアするだけじゃなくてみたいな感じになるんですかね。今はステージモードは右側に進んでクリアするモードですけども、これと別にちょうど今作ってるのが、PVE モードで、プレイヤーたちが協力して無数の敵と戦っていくっていうモードを作ってます。わかりました。ありがとうございます。それもすごい楽しそうですね。なんか、卵相撲ってやつをさっき4人でね、ちょっと遊ばせていただいたんですけど、すごいこうね、ステージだと協力し合って邪魔しないように、助け合って右に進んでいくんですけど、相撲モードはもう押し出せば勝ちなんで、もうむしろ逆にぶつかり合って邪魔して、相手を場外に落とすみたいなゲームで、これ結構楽しいですね。楽しかったですね。なんかこういうゲームがいっぱい触れると、なんか遊び方もいっぱいあって、楽しいんじゃないかなと思いますし、これ今、アーリーアクセスで、まだ、完成版じゃないと思うんですけど、本発売の予定とかってあるんですか？本発売は、まだ具体的に時期を決めれてなくてですね、自分が実装したいモードをどんどん足していって、である程度形になったと思ったら、フルリリースして、それから移植みたいな形を考えております。わかりました。明確なスケジューリングがあるわけではなくて、納得できるところまでゲーム性が追加できればっていう感じですかね。
はい、まあなんかちょっと本リリース、すでに面白いんでね、ぜひ、買っていただいて、今、おいくらで出してるんでしたっけ、スチームに。470円。470円。はい、すごいお買い得だと思いますので、ぜひ買って遊んでみていただきたいですね。これ一人でもね、楽しんで、できればお友達とね、やっていただけるといいんですけど、一人買えばね、今、スチームだとね、一人買えばできるんで、新モードの追加のたびに、ちょっとずつ値段上げようかと思ってる。なるほど、なるほど。なるべく早い段階から買ってくれた人は安い値段で最後まで遊べますけども、はい。新モード追加してどんどんこのゲームがボリュームのあるゲームになっていくに従って、ちょっとずつ低下していって、フルリリースの時には、はい、多分1000円ぐらいのゲームになるんじゃないかと思ってます。なるほど。じゃあ今買うと470円なんで、今、初期から遊んでくれた人は一番、ちょっとお得にね、金額的な意味ではお得に遊べるっていうことなんですね。はい。はい。じゃあ、今日はたまご X さんにお越しいただきまして、今、アーリーアクセス中のゲームについて、いろいろとご説明をしていただきました。470円で、お買い求めいただけるのは、これ4人同時プレイで楽しく遊べるゲームとしては、めちゃくちゃ破格に安いと思いますので、ぜひ、今のうちにお買い求めいただければと思いますし、ちょっとどうしようかなという方は、ウィッシュリストに入れてお待ちいただければと思います。というわけで、本日はたまご X さんにお越しいただきまして、お話いろいろ伺いました。たまご X さん、ありがとうございました。ありがとうございました。